はい、皆さんこんにちは。前回までは羽田空港のアプローチを紹介してきましたが、今回は成田空港の北風時のアプローチ ILS ランウェイ34レフトを解説していきたいと思います。羽田空港のアプローチ解説動画は概要欄からご覧いただきます。今回の成田空港のランウェイ34アプローチはですね、成田空港特有のルールなども定められているので、そのあたりも話しながら解説していきたいと思います。今回の機体は PMDG737-800、JAL のリバリーを使って紹介していきたいと思います。成田空港周辺もですね、雲が多めな気象になっています。着陸の方もお楽しみいただけると思います。また本動画では実際の手順とは異なる部分もいくつかありますので、あらかじめご了承ください。それでは今回もやっていきたいと思います。ぜひ最後までごゆっくりとご覧ください。はい、現在はですね、成田空港に向けて27000フィートで飛行中です。まず最初はですね、成田空港のアプローチについて少しお話をし、その後にですね、降下をする前に着陸に向けて準備をしていきたいと思います。今回伊丹空港から離陸していまして、成田空港へは西側からのアプローチとなります。成田空港へ着陸する機体というのは、基本的には西方面からのアプローチはランウェイ34ライト、北米であったり北日本ですね、その方面からの到着機はランウェイ34レフトに着陸する形になっています。実際見ていると西側から来た機体もですね、ランウェイ34レフトを使うこともあります。ウェイポイントでは西側から来た機体はテイラーに集められ、北側や東側から来た機体はエルガーに集められる傾向にあります。このテイラーとエルガーですね、このポイントに集められてランウェイ34ライトかランウェイ34レフトのどちらかに着陸するようになります。成田空港のアプローチのタイプはですね、北風か南風かで滑走路はもちろん異なりますが、アプローチのタイプは、ILS のみになっています。成田空港も非常に離発着が多い空港になっているので、多くの飛行機をさばくためにこのテイラーとエルガーですね、そのポイントに飛行機を集約して、そこからアプローチが開始されます。この ILS ランウェイ34レフトの場合はテイラーちょうど4000フィートで通過していかなければなりません。今回の成田空港への着陸は滑走路が長い34レフトの方ですね、こちらの方を使っていきたいと思います。トランジッションはテイラーですね、こちらを経由してランウェイ34レフトに着陸していきたいと思います。またチャートの方にも記載はあるんですが、この成田空港特有のルールというものがありまして、ある地点まではですね、ギアの方を完全に出しておかなければならないというルールがあります。これはですね、ランウェイ34ライト、レフト、どちらにもですね、適用されていまして、ギアダウンのオペレーションですね、そちらの方が設けられています。また、後ほど成田空港が近づいたらですね、こちらの方を説明していきたいと思います。はい、それでは早速ですね、着陸に向けてセッティングしていきたいと思います。はい、それでは早速ナビグラフで、成田空港のチャートですね、こちらの方を見ながらやっていきたいと思います。今回は ILS のランウェイ34レフト、こちら見ながらセッティングしていきたいと思います。まず最初はですね、グライドスロープローカライザーをキャプチャーするためにランウェイ34レフトの ILS 周波数ですね、そちらの方をセットしていきます。周波数はですね、チャートの左上、インディア、ヤンキー、ケベック 111.9 と書かれたこちらですね。これをナブラジオの方に入力していきます。左右どちらもですね、同じように 111.90 と入れておきましょう。現在はスタンバイの位置で、空港が近づいたらですね、アクティブに変更しましょう。次にミニマムのセッティングですね、こちらの方もしていきましょう。チャートには DA と書かれたこちらですね、今回339なので、こちらを入力していきます。DA とはデジションアルティチュードの略で、日本語訳で決心高度と言われています。今回のように ILS、精密進入の際にこの気圧高度計の表示が DA の高度に達した時に、悪天候の場合などはですね、決められた目標物アプローチライトであったり、視認ができなければ着陸の復興、ゴーアラウンドをしなければなりません。
矢印の箇所をですね、バルにセットしまして、手前のつまみを回して、プライマリーフライトディスプレイの下の部分、緑の数字で表示されている部分ですね、ここに339をセットしていきます。続いて成田空港の滑走路のエレベーションですね。チャートのこちらですね。エアポートエレベーション135、その下にランウェイ139と書いてあります。オーバーヘッドパネルからセットするんですが、50刻みになっているので150にセットしておきます。さらにアライバルの方もですね、入力していきます。成田空港のファイナルアプローチフィックスがコスモで4000フィートですね。ここでグライドスロープをキャプチャーする形になります。あらかじめスターの方を確認しておきます。今回はロータス単語アライバルですね。こちらをですね CDU のアライバルページから選択していきます。デパーチャーアライバルボタンを押します。 RJAA のアライバルですね。こちらをクリックして、まず今回の ILS34 レフトのアプローチですね。2ページ目になるので NEXT ページボタンですね、一度クリックします。次にスターのロータス単語アライバル、こちらを選択します。トランジションがこちらのテイラーになります。最後にエクスキュートを押して確定します。ルートの方を確認するためプランモードにしてルートが途切れていないかチェックもしておきましょう。プランモードにすると CDU にステップと書かれたところ、こちらをクリックすると先のウェイポイントなどですね、ルートの確認ができるようになります。今回も羽田空港と同じようにですね、遠回りになるようなルートになっています。今回もヴィーナスからですねテイラーまで直行するルート、ショートカットしていきたいと思います。もちろんこの遠回りのルートですね、このルートで飛んでもですね全く問題はありません。実際ではこの遠回りするルートですね、空港周辺が到着機で混み合っている場合ですね、途中まで行ってそこからレーダーベクターされるっていう、そういったパターンもあったりします。トップオブディセントが近づいてきました。CDU のこちらからですね、トップオブディセントまでの距離であったり開始する時間を確認することができます。日本時間だと9時間プラスされるので17時8分にトップオブディセントが開始されます。距離にしてはおよそ7マイルでトップオブディセントが開始されます。トップオブディセントが来て自動的に降下させるために1万フィートにセットしておきます。特に ATC などを使っていない場合はこの時点でファイナルアプローチフィックスの4000フィートにセットしても問題はないと思います。さらにオートブレーキもセットしておきましょう。今回はオートブレーキは2でセットしています。現在はですね三宅島を通過して、さらにですね千葉県に近づいてきました。もう間もなく降下の方も開始していきます。はい、トップオブディセントの方が開始され、降下が始まりました。この先ですね、他にもまだセッティングが少しあるんですが、序盤に少し説明していたローカルレギュレーションですね、チャートにも記載があるギアダウンオペレーション、こちらについて話していきたいと思います。チャートの方にもですね、ギアダウンオペレーションに関して赤い下線でですね示した通り、どこの位置までにはですねギアを完全に出しておかなければいけませんという記載があります。今回何が書いてあるか日本語訳を載せておきます。ランウェイ34レフトと34ライトへ進入中のギアダウン操作についてと書かれています。これに関してはですね、ギアダウンをする際にギアについた氷の塊、氷塊ですね、それが落下することを防止するためにランウェイ34レフトライトにおいて空港からのある地点までにはですね完全にギアを出してロックしておかなければならないということが書かれています。今回降りる34レフトに関してはインディア、ヤンキー、ケベック 11.8DME に達するまでと書かれているので、それまでにはですね完全にギアを出した状態にしておかなければなりません。この 11.8DME と 13.6DME というのは、この位置はですねちょうど千葉県の九十九里のあたりですね。
海岸線上の地点であることが分かります。一応コックピットの方にも DMV の表示は出ますが、目印としてはちょうどですね、海岸線が見えてきたらですね、それまでにはギアの方を出すといった形がベストかなと思います。またディスプレイの DME の表示も確認しながらですね、ギアダウンの方を試していきたいと思います。先ほどですね、周波数入れた時に VOR の周波数も一緒に入れておけばよかったんですが、今から入れます。成田の VOR がですね、1179ですね、このチャートの上の方にちょっと書かれてるんですが、これもナブラジオの方にですね、セットしておきましょう。11790ですね。これでアクティブにしておきます。先ほど入力した ILS の周波数が変わってしまったため、もう一度ですね、スタンバイの方に11190を入力しておきます。はい、これで VOR1 の方にはですね、NRE と書かれて、成田の VOR までの距離が DME で表示されるようになりました。現在ウェイポイントのロータスですね、左旋回を始めました。もう少ししたらですね、ヴィーナスから、テイラーまでのショートカットのルートを作りたいと思います。高度の方をですね、ファイナルアプローチフィックスの4000フィートにセットします。14000フィートを切ったので QNH の方をセットしておきます。MSFS ではキーボードの B を押すと現在の QNH にセットすることができます。もともと成田のメタなどで調べて QNH をですね、あらかじめセットしておくことも可能です。徐々にヴィーナスも近づいてきているので、ヴィーナスの次のウェイポイントをテイラーに設定していきます。レグスページ2ページ目ですね、テイラーですね、こちらを一度クリックします。その後1ページ目に戻り、ヴィーナスの次のウェイポイントにペーストします。これでナビゲーションディスプレイの方に、ヴィーナスからテイラーに向かうルートが点線で表示されます。最後にエクスキュートを押します。これでルートの方がマゼンタカラーに変わり、ヴィーナスの次はテイラーに直行するルートに変わりました。そろそろ1万フィートを切るのでランディングライトをオンにします。次に CDU からファイナルアプローチスピードをセットします。アプローチリファレンスページから、セット CDU VREF30 の144ですね。こちら一度コピーして、フラップスラッシュスピードのところですね、そちらにペーストします。今回もウィンドコレクションはプラス5ノットでいきます。残りも35マイルということで、少しずつですね減速させていきましょう。少し早いですがスピードをインターベーションしてフラップアップスピードまで巻いていきましょう。前方にはですね、目標となる海岸線上が見えてきました。視認して判断する場合はですね、先ほどのギアダウンオペレーションですね、この海岸線の手前までにはですねギアダウンの方をしておきましょう。フラップス1にセットしていきます。セットフラップス1スピード。まもなく4000フィートになります。この先のコスモでグライドスロープをキャプチャーする予定です。そろそろですね、ローカライザーとグライドスロープを拾うために ILS の周波数ですね、ナブラジオの方からアクティブにしておきます。プライマリフライトディスプレイ PFD の方もですね、グライドスロープとローカライザーのポインターがアライブになっています。もうそろそろですね、アプローチの方もプッシュしながらローカライザー、グライドスロープ、キャプチャーして着陸となります。アプローチをプッシュしていきましょう。フライトモードアナウンシエーターにも、ローカライザーとグライドスロープがアームドになりました。
フラップス5にセットします。ローカライザーキャプチャー。先ほど話していたランディングギアへの氷塊の付着はですね、特に高高度を長時間飛行してくる国際線便で、発生しやすくなっていて、国際線の便数が多い成田空港に特有のルールになっています。11.8 の DME も迫ってきているので、もうギアの方も出しておきたいと思います。ギアダウンフラップス50。今ちょうどグライドスロープの方もキャプチャーしました。あとはこのグライドスロープに乗って1000フィート前後でオートパイロットを外して着陸していきたいと思います。ちょうど成田の34レフトのですね、1000フィートから2000フィートあたり結構雲が多いので、少し視界の悪い中の着陸になると予想されます。グライドスロープをキャプチャーした後はですね、ゴアラウンドをした場合に備えてミストアプローチアルトをセットしておきます。レグスページの一番最後のコードですね、今回6000フィートをセットしておきます。フラップス30にセットします。今回のアプローチはですね、結構雲がかかっているので、おそらく1000フィートぐらいまではですね、アプローチライトの方も見えてこないんじゃないかなと思います。オートパイロットの方で少し引っ張りたいと思います。最終的な着陸に向けて準備をしていきましょう。スピードブレーキアームド。ランディングチェックリストもですね、早めに済ましておきましょう。エンジンスカットスイッチズコンテニアンス。スピードブレーキアームド。ランディングギアダウン。フラップス30グリーンライト。ランディングチェックリストコンプリート。あとは残すは着陸ですが、少し雨の方も降ってきました。このままですね、ミニマムでですね、アプローチライトも視認できなければ、ゴアラウンドになります。地表の方は見えているので、おそらくですね、もう少し進めば、アプローチライトも見えてくるんではないかと思います。アプローチライト見えましたね。アプローチライトインサイト。なんとか降りられそうですね。はい、このまま進入を継続していきましょう。1000チェック。オートパイロットディスエンゲージ。オートスロットルディスコネクト。チェック。コンティニュー。スピードブレーキアップ。
リバースノーマル。16ノットマニュアルブレーキ。オートブレーキオフ。はい、こんな感じで成田空港のランウェイ34レフトの方に着陸ができました。今回は正面からの風がですね5ノット6ノットぐらいであったので良かったんですが、時期によっては成田空港は春の嵐であったり非常に風が強い時もあるので、そういう時に挑戦するのも面白いかもしれません。ランウェイを出たらですねスピードブレーキもダウンにします。さらにフラップの方もアップにしておきます。さらに T キャスもスタンバイの位置にしておきましょう。ライト関係もですねランディングライト、ストロボもステディにしておきましょう。もう使わないテレインであったり FD であったりエンジンスタートスイッチズもオフにしておきましょう。はい、ということで最後はですね結構雨に降られて視界も悪かったんですが、今回成田空港の ILS ランウェイ34レフトのアプローチですね、こちらの方を紹介してきました。これからはですね北風運用も非常に増えると思うので、ぜひ皆さんも飛んでみてはいかがでしょうか。最後は着陸シーンを見ながらお別れしたいと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。気に入っていただけましたらチャンネル登録の方お待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。